スイスに住む友人の家では、ある日語学の教師の老婦人が変な泣き顔をしてやってきたそうである。市の地区減税が3割とか引き上げられるという際であった。私たちの生活ではとても今度のような税は払うことができません。これまでは無理をして育てていたけれども、もう仕方がないから今朝役所へ連れて行きましたと言って、また大いに涙をこぼしたそうである。役所というのは犬殺し局のことであった。税を払わぬ犬は東京などとは違って一匹だって存在し得る余地がないのである。仮に殺さぬことにしたならば、街頭にたくさん餓死した犬を見かけねばならぬ。野良犬という言葉がもうちょっと説明の難しいまでに犬の文明も進んでいるのであるが、それにしてはジュネーブなどには街で見かける犬の数が多かった。独り者が犬を飼っている例が多い。犬と話をしている老人などをよく見ることがあった。5階3階の窓から顔を出して吠えもせずに通行人を眺めている犬をいくらも見るような社会であった。雨の晴れ間などに大急ぎで犬のために散歩をしてやるという実情である。たまたま一人で外出した時などは、まごまごとして入り口で待っているのがことに不憫に思われると言っている。旅行や病気の際には飼い犬を預けておく下宿屋のようなものもあるが、物入りでもあり、かつ心もとないから、なるだけ旅はせぬようにしている。そんなら、猫はどうであるかと気をつけてみると、まず第一に、畜猫税はない。それなのに、人に飼われている数が、著しく犬よりも少ないように思われた。日本でもすでに認められるごとく、犬は人の家来であるが、猫の方は本当の家畜である。住宅の付属物である。鍵をかけて出入りをするようになれば、猫だけを残して家を開けることは困難である。そうして、ネズミを駆除するには、他にも方法が新たに備わった。一般に人間は猫を疎遠にする傾向を示している。女三宮や冥府のおもとの有名な逸話は、ほどなく下しがたい昔語りになっていくかもしれぬ。我々の国でも猫を可愛がりすぎると、ネズミを取らぬようになるからと称して、アワビの殻の火を重ねて空虚であることを念頭に置かぬような主人も多くなった。市中にはトビやカラスの来訪が絶無となり、引きつぶされたネズミの久しく横たわっているのを見ても、猫の食べ物の自由にしてまた豊富なることは想像せられる。猫は我々の愛をなくしていくらでも生存し得るのである。人と猫との間柄の次第に経理してゆくのは当然である。ベネチアの水の都でダニエリの旅館に久しく遊んでいた頃、番頭がどこかのおばあさんに話しているのを聞くと、この宿の地下室はドラ猫の多くいるので有名だそうである。妙なことを看板にしたもので、ホテルでくれる小冊子にも、このことが興味多く示してある。ご希望ならばご案内をしますとも書いている。ベネチアの穴蔵ならば、大抵どのくらい湿気ているかも想像し得られるが、その暗いところに何十代以来とも知らず、野獣のごとき猫が生息して、その数幾何なるかもわからぬという。
しかも、給仕人の話によれば、毎日一定の食べ物を口のところに置いているのだそうで、〇〇の野良猫でもないが、とにかくにもう家畜のうちではない。私はこの話を聞いたとき、日本の客商売の家に、招き猫と称して座布団の上などに猫の土偶を置く風習を考え出しておかしかった。物々しいダニエルの広告ぶりはいつ頃から始まったか知らぬが、古くあるホテルで穴蔵の中に猫のいないものが果たしていくらあろうか。食べ物ばかりはその辺に散らばって、誰も可愛がってくれるものがなければ、結局は地下室にでも入って隠れて繁殖をするより他はない。主人を恨み、世を儚んで、山林に遁生しようという義王義女のごとき猫があろう道理はないからである。冬も暖かなローマのことなどは、風来人の自然の隠れ家であるのみならず、同時にまた宿なし猫の楽土でもあった。このことはもう誰かの紀行に書いてあるかもしれぬが、フォーラムをはじめとして死に接した大小の廃止は、ことごとく彼らの領分であって、倒れ横たわる聖火神殿の石柱の上にも、新たに掘り出された旧王の塚穴の中にも、いつ行っても人を見て蹴り逃げる彼らの姿を見ない日はないのである。カピトルの丘の北のふもと、今の長家の第一世邸の記念塔のそばに、壮大な残骸をとどめたトラジャンカン跡のごときは、周囲が高い石壁でよじ降りることが固いために、数十の野良猫が常に悠々として遊んでいる。カエルとかトカゲとかいうものを食料としているのだろう。いずれも人間からは独立して自在に新たなる社会を作りつつあるように見える。ゆくゆくこの種族の共同生活がイタリーの特殊な環境に促されていかように展開してゆくものであろうか。後年、あるいはこの問題の興味のためのみに、いわゆる苦音の塗布をお唱えくるものがないとは言われぬ。猫と人間との最初の交渉、はた、この動物の分布の経路等に関しては、今なお鮮明せられざる歴史の熊が多い。それにもかかわらず、再び彼らの目から見れば、いかんともする与わざる偶然の原因に基づいて、その文化が激変をしようとしている。しかも、その原因が、あまたの海山を隔てて、世界至るところのこの種族のすべてのものに共通であるということは考えさせられる。東京に帰ってみると、自分の家などにも、やはり依然として昔ながらの野良猫の一家庭が自分の家庭と併存して続いていた。白勝ちの赤毛のブチで、顔の至ってヒラメなのが特徴であったが、今もってブチのありどころまで略々同じ猫が次から次へと代を重ねている。宅の大きい娘が生まれるよりもさらに以前から、多分はこの邸内より外へ移住したことがなかろう。初めてこの縁の下に来て住むようになった初代のメス猫にも、かすかな見覚えがある。何かの心得違いで、元の飼い主から別れてきたものにそういなかった。それが年増しに気が荒くなって、横着な面をして見向きもせずに、庭前を過ぎ去るようになった。そのくせ我々が見ている限り、寸分も油断をしているのではなかった。そうして、食べ物の安全なる求め方については、飼い猫に数倍する技術を持っている。
春になると、このメス猫が浮かれ出て大いに鳴いた。それからしばらくすると、どことも知れず、子猫の小さな鳴き声が聞こえ、人を避ける母猫の目が一段と険悪に見えた。2匹3匹の愛くるしい子猫がそちこちに姿を見せる間が何ヶ月かあった。いずれもよく似た赤縁ばかりである。気をつけてみると、その中にもむやみに人を恐れておどおどしているのと、比較的応用で立ち止まって人を見たり、遠くでならばうずくまってみたり、声をかけるとにゃーと言ったりするものもあった。宅の両親が非凡な猫嫌いでなかったなら、徐々に懐柔して再び家の飼い猫に引き上げ得る見込みの確かにあるのもいた。それらがことごとくすぐに大きくなって、手のつけられぬ泥棒猫になってしまい、そうしてまた次の子を育てるのである。あまり毛色がよく似ているために世代を数えておくことは不可能であったが、どう考えてももう十何世の光栄にはなっている。それが不思議なことには、さして老病の数が増しもせず、またどうして終わりを取るかも知ることができぬ。しかし、子猫はもちろんのこと、成長したのでも一見しておおよそ年齢は知れるが、いつも若い猫ばかり多いのは、多分は家に飼われるものよりも寿命がはるかに短いからであろう。それでいて主人がないために、非常にのんきで、かつ暇が多そうに見えた。ガラス戸の中から見ていると、一日に何度という数も知れず庭前を往来する。わずかな木の枝や草の葉に近寄って一人でじゃれてみたりしている。人がいないと昼寝は縁に上がってするのみならず、時々はそろりと座敷にも入ってくる。こっちから声をかけるとすぐ隠れるくせに、雨の降る日などはやはり寂しいものか、何度でもやってきて、からかみが開いていれば中を覗き、人を見るときっと泣くのは、虎族の獣のようでもなかった。また、一匹だけ大きくなってまで、妙に気のいい慣れ慣れしいのがいた。うちの子供が玉と名をつけて食べ物を与え、庭に出ると来て抱かれるほどに親しんでいた。これだけは、あるいは別系統のまぐれ者かとも思ってみたが、毛色の赤縁がよく似ていたところを見ると、やはり遺伝にいろいろの変化があっただけで、この一門のうちにはそういなかった。そうしてそれも後にはまた疎遠になり、他の同類と区別がしにくくなった。猫が人間から離反しようとする傾向は、実は早くより見えていたのであった。大体において両者を結合する縁の糸は、牛馬経験のごとく強靭なものではなかった。人の方でもあの目に油断せず、十分に心を許さなかったのである。メーテルリンクの青い鳥にもあるように、何かといえば恨み、憤り、復讐でも考えているのではないかと疑ってよいような挙動さえあった。しかも利己一辺の人類に向かって彼らの奉仕といえばネズミ狩りより他はなかったが、それすらも頼めばかえって怠るかのごとき様子が見えた。第一に猫の終わりというものがいつの場合にも我々の誓いの外にあった。犬にはないことだが、猫を置くときだけは最初から年限を言い渡してやるがよいと言った。そうすれば時満ちてどこかへ行ってしまうのである。
そんな風だから老病は化けると伝え、また阿蘇の猫岳のごとく深山に彼らの集合地があるものと信ずる人もあった。祖母からかつて聞いた話に、信州である人が久しく患っていると、始終病床の周りに猫が来て離れない。実に嫌な猫だ。気味の悪い猫だ。早く良くなったら捨ててしまおうと口癖のように言っていた。それがいよいよ全壊して、その猫を風呂敷に包み、ここから捨ててくると家を出て行ったが、それっきり当人もとうとう帰ってこなかったという。猫が物を言ったという話も多い。これも祖母から聞いたのだが、同じ山国で春に入ると、門の通りをごまめ売りが触れて歩く。ある日、静かにしていると、障子の外でごまめごまめという声がするが、商人の表を呼ぶ声よりも小さくまた低いので、不思議に思って障子を開けてみると、街道は新刊として、ただ縁側に猫がいるだけであった。多分ごまめ売りが来るごとにごまめをもらうので、その声を覚えていて真似てみたのであろうという。新潮文集の中にもいくつか猫の陣語した話を載せている。ネズミを追いかけていて針を踏み外し、畳の上へ落ちた時に南無三宝と言ったというのは古風なる猫言葉であった。また、和尚が風邪をひいて寝ていると、夜更けに次の間に来て声をかけるものがある。すると、布団の裾の方にいた猫がそっと起き出して外へ行き、今夜は北条様が病気だから一緒に出かけることは難しいと囁いた。これを寝たふりして聞いていた従二が翌朝静かにその猫に向かって、私には構わずに行きたいところへは行くがよいと言うと、ふいと出て行ったままそれきり帰ってこなかった。あるいは時々手ぬぐいが噴出するので気をつけていると、猫がそっと口にくわえて出て行くのを見た。驚いて大声を出したら、それきり飛び出して戻ってこなかったとも言う。猫をして言わしむれば、踊るくらいなら人間の真似をして手ぬぐいなんかかぶるものかと言うだろう。しかも勝手に捕まえてきて家畜の中に加えておきながら、いや尻尾がやがて二つに裂けるだろうの、尻尾の長いのは怪しいのと、常に覚意を持って彼らを偶するゆえに、結局利配して、しかも遠くへは立ち退かず、人間の周囲にとどまって小さい脅威を与えることは、昔区へ着せられた奴隷が成長して、次第に白人社会の難問題をなす北米の話と、幾分か事情が似ている。我々の中には、また三毛猫のオス猫という問題がある。単に稀有なるゆえに珍重するという以外、いつの世から言い始めたことだろうか、海上風波の場合に、これを龍神に捧げると、ナンパの役を免るべしと称して、公金を払っても船頭がこれを求めた。猫を犠牲に供した昔話の例は、他民族にも折々聞くことではあるが、それがもし最初山奥からこの動物を連れてきた動機であったら、化けるも不思議にあらず、背くもまた自然である。つまりは、人間と猫との取引はもう決了して、今はただ古来の行きがかりだけが若干の未解決を残存せしめているのである。尻尾のない猫ということは、これも日本の文化史において相応に重要なる一史跡であるかと思う。
それが猿などのごとく天然にそうあるのか、はたまた当節の白衣やある類の犬のごとく人の趣味からいわゆる改良をしたものか、動物学者の説を確かめねばならぬが、自分などはまず後の方だと思う。人為の性質でも代を重ねるうちに固定し遺伝する亡霊は人類が最も多く持っている。耳たぶに穴のある人は我々の中にも多い。日本人が耳輪を中止してから少なくとも1000年は経ているのに、その傷跡だけは伝わったのである。外国人の珍しがる話としては、日本の猫には尾がないということだ。あってもなくてもよいという例えに、猫の尻尾のことわざがあると聞いて、舌を巻かなかった白人は稀なのである。それを聞いてまた我々は愕然とする。大いに考えてみるべき問題ではなかろうか。私の長話も実はこの猫の尻尾だ。あってもなくても良いようにもあるし、またある方が当然のようでもある。我々の先祖とても人間である以上は主意のないことはせず、また言わぬはずである。思考して猫をこういうおなしの三毛猫などにしてから再び荒野らに放つに至った本意や遺憾。果たして誤解も手前勝手もなく、かつ先見の明をもって猫の幸福まで考えていたのかどうか。忙しい紳士たちはおそらく永久にこの問題には無識であろう。太陽の記者の浜田徳太郎君は自分の知る限りにおいて第一流の猫学者である。道君研究の発足点は猫自身の心理からであるというが、果たして今猫の国の文化の未来について学費いずれの感想を抱いておられるか。このついでをもって教えを請いたいものである。差し当たり自分の疑問としている点はもう述べ尽くしたと思うが、最後になお一つ付き添えたいのは、日本の各地方の方言の不可解なる変化と一致とである。猫をよもという県があり、狐をよもという県がある。ネズミを嫁が君というのも、あるいはよもの天下かもしれぬ。スズメをよむ鳥というところもある。南の方の島々、ことに沖縄においては、ようもといえば猿である。言葉の漢字はいずれも霊物または魔物というにあるらしいが確かでない。そうして琉球にはもうそのようも猿はいないのである。